ワンさんの教育ラジオ、いつもご視聴ありがとうございます。今回のテーマはテストで測れない力評価 2.0 です。僕ね、テストで100点取ったことないんだよ。でももう一回って言った日はなんだかちょっとだけ嬉しいんだ。数字では見えない力、評価の表には乗らない成長、それが今教育界で注目されている非認知的能力、つまり点数ではなく生きる力、これをどう育てるかというふうな視点です。第1章、見えない努力。漢字テストで毎回間違える字があるんだ。でもいつもより1個だけ減ったとき、先生がお、ナイス1個だねと言ってくれるんだ。音読の時、声が小さいって言われてたんだけど、この前今日は聞こえたよ、ナイスだねって言われて嬉しかったんだ。この気づきこそが評価 2.0 の第一歩。今 OECD や文部科学省が進めている学習者中心の評価改革では、結果の点数、テストの結果の点数ですね、こちらよりも成長のプロセス、どういうふうな段階を経て成長したのかな、これを重視する方向へ、舵を切っています。つまり昨日より少し進んだねっていうところを見逃さない教師こそこれからの教育者なんですね。評価ってできたかっていうところより変わろうとしたか、そんな瞬間を見つけるのがこれからの教師の仕事になるんじゃないでしょうか。第2章、できない日の中にある成長です。体育の鉄棒なんですけど、逆上がり全然上がれなかったんだ。でも手に豆ができたんだよ、練習した証拠だよねと先生に言われて、ちょっと自分的にも誇らしくなっちゃいました。図工で色を混ぜたらなんか自分的には変な色になっちゃったんだよ。でも友達がそれ海の色みたいだね、すごいじゃんって言ってくれて嬉しかったな。子供たちは失敗という言葉をよく使います。失敗という言葉の裏には挑戦が隠れているんです。心理学ではこれを成長マインドセットと言います。ドゥエックが2006年に提唱したものです。まだできないっていう言葉は口にしている子供、これは翻って言えばできるようになる力をすでに持っている子供ですね。子供ができないっていうのを受け入れられるようになると、学びがぐーっと前向きになるんですよ。点数が悪かったなーじゃなくて、プロセスを言語化できたっていうところに成長があるんですね。評価 2.0 ではできる、できない、こちらの二分法を超えていきます。子どもたちは学びの途中にいるんですね。そこをどう見守るか、どう支えるか、これがこれからの教師の専門性になってきます。第3章、笑って泣いてそれでも立つ。先生にまた忘れ物かって言われちゃったけど、次の日ノート3冊持っていったら、いやさすがに多いって笑われちゃった。牛乳こぼしてどうしたらいいかわからなくて泣いちゃった日、先生がティッシュ持ってきたのはまあ偉いんじゃないかなって言ってくれたんだ。それで泣くのやめたよ。算数わかんないって言ってたけど、あれこれちょっとわかるかもって今日は言えたんだ。立ち上がる力、これこそが非認知的能力の代表格です。教育心理学ではこれをレジリエンス、回復力と呼んでいます。 OECD も次期カリキュラムで自律性、それとか関係性と並ぶ新しい学力の柱としてこの力を明記しているんですね。最近通知表のコメントを書くとき、粘り強く取り組みましたって言葉をよく使うんですよ。それは努力じゃなくて自分を信じた証拠だからですね。
評価 2.0 とはテストの点ではなくて心の筋肉を見ようとする改革になります。子どもの笑顔の裏側にどんな挑戦が隠れていたか、そこに目を向ける教育になりたいですね。第4章、笑顔のテスト。いただきますの声、多分学年で一番でかいと思います。でも先生が元気すぎるな、100点だって言ってくれるんだ。友達が忘れ物したからこれ貸すよって言ったら、先生が君優しいね、優しさボーナス点だよだって。お母さんがなんか前より笑うようになったねって言ってくれた。それってテストの点じゃないけどいいことだよね。いいですね。それこそが評価 2.0 です。点では測れない関係性、こちらをどう見取るか、そこに教育の本質があります。 OECD のラーニングコンパス学びの羅針盤では、幸福感、つまりウェルビーイングを学力の一部として定義しています。つまり幸せに学ぶ力そのものが教育の成果として測定され始めているんですね。第5章、教師たちの見えない評価。 AI 採点とかポートフォリオとかコメントの自動生成とか、なんか AI とか技術で便利になってるんだけど、やっぱり最後って子どもの眼差しを見ないといけないですよね。子どもたちの生の姿、これを見ないと僕は本当の評価にならないと思います。そうですね、点をつけるっていう教師の仕事、そこから子どもたちの良さを見つけるっていう風なところ、それがこれからの教育評価だと思います。文科省の次期学習指導要領改定でも、資質能力の3つの柱のうち、学びに向かう力、人間性、要は主体的に学習に取り組む態度のことですね。これをより具体的に見取る評価の方法が議論されています。 AI が支援する時代だからこそ、人間の観察力、こちらが問われるような時代になってきているんですね。第6章、僕たちの100点。100点じゃなかったけど今僕頑張ってるよ、もう一回やりたいって言ったのが今日の一番いいところかな。昨日より私笑いました、なんかそれでいいねって先生に言われます。失敗の中に楽しいことがあります。今までは失敗はダメだって思ってたけど、失敗してもなんかちょっと楽しめるようになってきました。評価 2.0 とは、できる子、これを見抜く時代、そこから変わっていっているんです。できる子を見抜く時代から育つ子を見守る時代、こちらへのパラダイムシフト。テストで測っていた時代、これからはテストでは測れない力を見る時代。それは自分自身を信じる力でもあり、他者と生きる力でもあります。これからの社会を動かす見えないエンジンとなってくるんですね。今日も見えない力っていうのがきっと教室の中の誰かの中で動いています。このチャンネルでは科学、そして教育をテーマに、先生や保護者の心に残る新しい学びの形、こちらをお届けしています。なるほどなとか、子供ってすごいなっていうふうに思われた方、高評価とチャンネル登録をお願いします。あなたの教室にもきっと誰かの見えない100点が育っていると思います。ご視聴ありがとうございました。